ニューヨークにやってきてます。今からどこいますか？今からマンハッタンでディナーでございます。今日はカジュアルなフレンチ。久しぶりです。バルサザーっていうお店なんですけど、ニューヨークに住んでた時何回か行ったことあるんですけど、何十年ぶりかな十何年ぶりです。景色を見ると、This is ニューヨークに来たなって感じです。夕日が沈みます。マンハッタンのハドソン川に沈む夕日です。5月3日。反対側の景色がだんだんビルが見えてきました。どこを見ても懐かしいニューヨーク。なんか変わった建物いっぱいありますよ。すごい揺れますねこれ。このビルすごい。ベッセルはどうなったでしょうかね。まだしてないかな。この辺ねすごいよね。新しく開発されたとこだから全部そう複合施設でハイラインからここ行けて、ハイラインのお庭のここの上は公園になってます。前もね紹介したと思うんで、前のビデオを見ていただければ。リバティタワーが見えてます。本当南の端ですね。です。多分ね、この間12月に来たから4ヶ月ぶり、5ヶ月ぶりですかね。今双方歩いてます、昔からもう95年に住んだ時はこの双方好きで、なんか歩いてるだけでいい感じですなんてことない街なんだけど、昔はねここにギャラリーがもっといっぱいあったけど、今いろんなところにね移動して、リリアムズバーグの方にアーティストに移動したりしてますよね。こういうなんかさ、これニューヨークっぽいなんか新しいビルだこれ。すごいさ、かっこいいじゃん。新しいビル。本当だ、なんだあれ。気づかなかった。すごいねあれ。今ちょうど双方のど真ん中歩いてますね。すごいいっぱいビルがあるんですけど、いろんなビルが、この新しいビルができてたりとか、発見がいろいろあります。ねえ、素敵なお店がいっぱいあるよ。ここもさ、なんか置いてあるのがかっこいいです。野菜みたいなのあるし、素敵だよね。椅子みたいだね。やっぱ椅子にもなるし、かっこいいわこれ。グリーンストリートとグランドだから、本当ちょっと南の方洋服屋さんもかっこいいな。なんかさ、ショーウィンドウが素敵なんだよね。あんまりそういえばさ、あなたのウサのビデオでさ、双方のことやってない。そうね。かっこいいですね。素敵。この辺はなんかインテリアのお店が多いね。素敵だね。このわー、すごいこのシャボン玉風なライティング。家にさ、シャボン玉が飛んでるみたいになる。アフターアワーのさ、双方ってさ、これ結構素敵なんだよ。夜の夕暮れのさ、セオリーがあります。あともうお店はね、クローズしてるところが多いですね。わ、かっこいい椅子。イザベル・マラントのお店があります。かっこいい。このカスタ、このデザイナーほんと素敵なんですよね。
敵、おしゃれよ。エデンギャラリーだ。ギャラリーだ。すごい。見て、あのタコ。わあ、すごいな。すごいな。わあ、バッグが金色だ。うわあ、中にタコがいる。そこがリーゼだ。ファッションも深いからね、難しいです。わあ、ここもかわいい。ケンドラ・スコット。今ちょっと今度は双方を西の方に向かってちょっと歩いてます。またね、ブロードウェイの方に戻ってご飯食べるお店に行きたいと思ってます。お店閉まってるけどショーウィンドウが楽しくて、ウエストブロードウェイの奥に建物が綺麗に見えるね。ウエストブロードウェイって昔は本当にギャラリーがいっぱいあってよくね来たんですよね。この辺は右に左にファッションのお店が並んでますね。双方のアップルストアです。すごいよね、アップルの VR。 あれがさ、今プロデンシャルセンターで誰かが来てくれる。ここまで来るとね、双方の本当に真ん中ぐらいになりますね。プリンスストリートの駅です。Why? It's the best place to eat in New York City, next to Chinatown. 今できました。このブロードウェイでずっとね北に続いてるんですけど、双方の真ん中。あ、ボス。前のレストラン。あ、前のレストランから。ボスはほら、オープンしてます。これはニューヨーク。ミュージアムオブアイスクリームだって。面白いね。どんなのかわかんないけれど、今度は中に入ってみたいと思います。ニューヨークはおしゃれな人も多いですね。やっぱりおしゃれだね。本当にそそられる。いいですね。バルサザー、昔から老舗のカジュアルフレンチで夜ご飯食べようと思ってます。ここは双方のスプリングストリートとブロードウェイちょっと入ったところにあるんですけど、老舗でもう本当に昔からあるお店で、こちらがパン屋さんになってて、あっちがレストランなんですけど、今このアウトドアもあるんですね。で、最初アウトドアだったんだけど、今回インドアに変えてくれましたよ。さすがにね、アウトドアちょっと寒いかなと思って、でも今日はアウトドアでも大丈夫だと思う。いい感じですね。バルサザー久しぶりです。こっちがねパン屋さんですよね。みんな外でもご飯食べてます。中でもあります。お店の中入ってみよう。はい。なんか前より素敵になってるね。見てください。この中に入ったらこんな感じです。ちょっとパリっぽい雰囲気ですね。席入れてくれる。混んでるね。ぎゅうぎゅうだね。こんな感じです。見えますか？お水のね、足を持ってきていただきます。この人には注文できないので、レイトリさん待ちたいと思います。割とゆったりした席にね、通していただいたのでよかったですね。美味しそうだよ、これ。美味しそうだし、フード並んでます。もうすごい混み込みなんだよね、お店がね。すごい大人気。
気ですか？元気です。こうちゃん来ました。どうぞ。私さ、一本知らないといけない。乾杯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 。バルサザーってさ、パン屋さんが隣にあるから、美味しいのよね。パン屋さん。絶対美味しいからね。すごいこれなんかもしかしてポスターみたいな。どうだった？なんかね、もちもちしてて、なんかパンの本当に香りがして美味しい。ここからあっちこっちにね、塗られてるみたい。写真撮ります。ある。シャンプーでしょ。みんなシェア。今ビデオ撮っといてね。私これ綺麗だからどうぞ。これはこれめちゃ美味しい。すごいベーシックでめちゃく美味しいです。油スカルボ大適当に撮ってます。適当に撮ってます。ビデオ。ボストンはマグロ美味しいけどね。ボストンで取られるの。美味しそう。本当どうだってた？美味しそう。そう、美味しそう。僕が作るやつ似てるじゃん。似てるから、はいはい。すごいよ。バスどうですか？はーい。どうですか？どうですか、デイビッド。はい。どうですか？美味しそうです。美味しそう。何なんだよ。これがこのちゃんの食べたステーキ。ミディアムレアです。私のブイヤベース来ました。いいじゃん。ブイヤベース。ブイヤベースです。あー、綺麗なブイヤベース。私だけステーキじゃなくてブイヤベースにしました。ちょっとブイヤベースのスープの味を見てみましょう。美味しい。これはね、伊勢志摩観光ホテルで伊勢海老のスープを本格的以来の感動ですよ。美味しい。めっちゃうまい。これ美味しいよ。これ絶品です。貝のねエキスも入ってます。これさっきデイビーが調べたら15度ぐらいで売ってんだって。10時を過ぎてもいっぱい人がいます。まだまだ盛り上がってるニューヨークのフライデあゆさん。私はもうデ
デザートお腹いっぱいです。いっぱいなんですよ。ディズニーランドのポップコーンの匂いがする。東京ディズニーランド。上にアイスクリームがついていて、香ばしい。なんだろう。これね、日本から来てもめちゃくちゃ美味しいと思う。メニューを見てこれだと思わないかもしれないから、そこが難しいかね。美味しい。でも喫茶店みたいな感じだね。どうですか？どうでしたか今日？いやー、なんか活気があってさ、やっぱニューヨークって感じじゃない？ここはもうちょっとうるさいからどうかなと思ったんだけど、でもやっぱり楽しいね。久しぶりだった。でもすごくない？夜12時までやってて、あと1時間ぐらいかな。まだこんないっぱい人がいるよ。そうそう、可愛いんだよ。どうですか、うさん？ここね、昔から来てて、このね、色物がね、モダンで可愛くて、この容器を家で食べた後、なんか洗って取ったりとかして、なんかそうおしゃれ、こうスプーンもすごいおしゃれなんですよ。スプーンもほら、あそこにあるスプーンとかもさ、すごいおしゃれで。そうなの。それでね、可愛い入れ物に入れてくれるんだな。私はライスプディングはもうお腹いっぱいで食べれません。息子はこれ頼んでます。ここにどうしても来たかったみたいな感じ。うさどう？うさ。これさ、ライスプディングって日本の人ってちょっと辛いと思うんだけど、僕は大好き。お米が甘いよね。なんかおはぎみたいな。そう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 。こんな感じでこの可愛い入れ物に入れてくれるんです。いろんなのがあるんです。ちょっと字が見えますかね。チョコレートがあったり、パンナコッタがあったり、バニラがあったり、いろんなのがあるんですけど、ラムレーズン、オレオもあるよ。だからこの入れ物も売ってるの。入れ物も売ってる。そう。入れ物はすごい高騰なんだよ。このスプーンも売ってるんですよ。行きましょう。はい。で、その1個ご注文にしましたけど。中でよかったよ。だけど外のが静かで喋れたみたいね。でも雰囲気が味わえた方がいいんじゃない？まあいいや。いや、方が面白かった確かに。ということでニューヨークでした。この先ほどのライスプディングちょっと開けにくい入れ物でしたけど、いかが？どうでしたこれ？開けにくい入れ物だし食べにくいスプーンなんですけど、美味しいです。最悪。見ていただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。See you next time. Bye bye.